はい、皆さんこんにちは、小野と申します。本日はですね、デバッカーにおけるリッチなユーザー体験を提供するツール群のご紹介ということでお話しさせていただきます。最初にですね、簡単な自己紹介させていただきます。サイバーエージェントのディベロッパープロダクティビティ室というところでソフトウェアエンジニアをやっております。Ruby との関わりという点ではですね、デバッグジェムのコントリビュートを今までしてきました。代表的なものとしてはですね、Chrome のインテグレーションとか、あとテストフレームワークの開発なんかに取り組んできました。GitHub では OnWax という名前でやっています。はい、簡単なデバッグジェムの紹介を最初にさせていただきます。バージョン 3.1 から、Ruby の標準ライブラリとして、同梱されたものになっています。他の既存のですね、デバッカーと比べて非常にパフォーマンスが高いようなものになっていて、ブレイクポイント設定時の、処理速度がすごく速いものになっています。で、ですね、たくさんのツールに対応していて VS コードでデバッグすることができたりとか、あとは NeoView でデバッグすることができたりとか、もちろん CLI でデバッグすることもできます。で、本トークなんですけども、2部構成になっておりまして、まず簡単な質問にいくつか答えていただいてですね、どちらもターゲットが違うので、皆さんがどちらのターゲットに属するかというところを、知っていきたいかなと思います。はい、皆さんまずはデバッグジェムを使ったことはあるでしょうか。はいと答えた方はですね、その時に VS コードを使っているでしょうか。はい、結果はこのようになっていて、まずはですね、前半部分は Chrome Dev ツールでの Ruby プログラムをデバッグできるよってお話を、させていきたいなと思います。次はですね、後半部分で VS コードでのデバッグを、サポートするツール群、こちらのお話をしていきたいかなというふうに思います。はい、アジェンダですね。前半部分では Chrome Dev ツールのデバッグをお話しするんですけども、デバッグについてまだまだその認知度が低いところもあるかなと思いますので、デバッグの基本的な機能の紹介からしていきたいかなと思います。で、ちょっと内容が少し変わってくるんですけども、VS コードのデバッグの機能の紹介ではなくて VS コードのデバッグを使ったときに、そちらの関連技術のようなですね、VS コードデバッグをサポートできるようなツールの紹介になります。はい、ゴールとしてはですね、今回お話しする、ツール群、これらをですね、使ってみたいなとか、あと興味もすごい出てきたなとか、そういったですね、モチベーションを持ち帰っていただければ、今回いいかなというふうに思っています。で、難易度なんですけども、デバッグを知らない方向けにもお話ししていくものになるので、少しデバッカー上級者の方にはちょっと面白くない話もあるかもしれないんですけども、ぜひ最後までお聞きください。はい、Chrome Dev ツールのデバッグについてお話していきます。はい、皆さん Chrome Dev ツールご存知でしょうか。コントロールシフト I とか Windows とか押すとなんかウニョって出てくるやつですね。なんかいろんな DOM を見たりとか、あと変更できたりとか、あと HTTP のリクエストレスポンスなんかも見ることができる、いろいろな機能を持ってるんですけども、その中の機能の一つで、JavaScript でデバッグができます。つまりですね、Chrome Dev ツールで、Chrome を使って、JavaScript をデバッグできるというような機能ですね。で、これはどういう機能かというと、このソースというところを押していただくと、こんな感じでですね、JavaScript を Chrome でデバッグすることができますと。で、これを Ruby プログラムをですね、デバッグできるようにしましたよっていうのが今回のお話になります。で、なんでこんなことやったのって話なんですけども、こんな方いらっしゃらないでしょうか。なんかリッチな UI を使って、例えば VS コードみたいなリッチな UI を使って、僕はデバッグしたいですよと。だけど僕は VS コードユーザーじゃないんだよとか、あとなんかいろいろ理由があって VS コードインストールするのめんどくさいんだよねとか、あと大変なんだよねって方、そういう方もですね、Google Chrome これならインストールしてるんじゃないでしょうか。Chrome Dev ツールデバッグをですねサポートすることによってVS コードじゃない方にも、リッチな Chrome の UI を使って、デバッグをできるようにしたいということで今回のプロジェクトが始まったという感じになります。で、プロジェクトゴールとしてはですね、VS コードでできることを Chrome Dev ツールでもしましょう、できるようにしましょうっていうのをゴールとして、プロジェクトが始まりましたと。ではですね、デモンストレーションを今からしていきたいかなと思うんですけども、こちらがサンプルスクリプトになってます。コード自体に全然意味はないのでですね、さらっと見ていただければいいかなと思うんですけども、はい、じゃあちょっとデモンストレーションを始めていきますね。
来た。はい、じゃあまずですね Chrome Dev ツールでどうやってデバッガーを起動させるかについてお話ししていきます。これターミナル画面ですね。で RDebug っていうのはデバッグジェムの起動コマンドになってます。でターゲット RB というふうに言ってオープンイコール Chrome としてエンターをします。そうするとですね Chrome Dev ツールは Mac 環境だと簡単にこのようにですねワンコマンドで立ち上がるようになってます。どうでしょうかこれ結構かっこいいんで推しポイントですね。はい。おっと止まってるかな。あらちょっと待ってくださいね。よいしょ。ちょっとデモ動画もう一回よいしょ。ちょっとよいしょ。じゃあこれぐらいからちょっと始めていきたいかなと思います。よいしょ。ちょっとすいませんね。少し戻ります。はい、ステップイントゥからですね。はい、ステップイントゥっていうのは、次の行で止まる1行単位で実行できるようなものになっています。アイコンだと右から、3番目のものになってますね。ステップイントゥを押していくとこんな感じで、1行ずつ、実行できるようなものになっています。で、ポイントなのがこの次の行がメソッドだった場合ですねこのメソッドの中に入ってくれるようなものになってます。はい、でこのサンプルメソッドの中にこのように入っていって止まるというような感じになっています。はい、では続いてですねステップイントゥの仲間であるステップオーバーについてちょっと紹介していきたいかなと思います。はい、ステップオーバーは何かと言いますと振る舞いはほぼステップイントゥと同じものになっていて右から2番目のアイコンになりますね。はい、で、同じように1行単位で実行してくれるものになってるんですけどもそれがメソッドだった場合ですねメソッドを実行した上で次の行に止まるような機能になってます。なのでこのメソッドをもう見たからいいよみたいな時にですねステップオーバーを実行していくと、そのまま自分の見たいところに見ることができるようなものになっていますと。はい、続いてですねステップアウトについて紹介していきます。はい、ステップアウトはですね今、9行目に止まっているとします。でそこで、ステップアウト、右から4番目のものを実行してみるとはい、このようにですねメソッドを実行してエンドのところで止まるようなものになっています。はい、ここまですごいこう止まるまでがすごい小さいものだったんですけどどこかの処理にジャンプしたい時ですねその時にブレイクポイントが役に立ちます。はい、でセットしてプログラムを実行するとこのようにですね自分の行きたいところに行くことができるようになります。はい、続いてですねローカル変数こちらの確認方法についてお話ししていきます。はい、ローカル変数の確認方法はこのスコープと書いてあるところですねこの矢印に書いてあるところここに、ローカル変数が出るようになっています。はい、で押すとクラス名とかを見たりあと詳しく変数を見たりすることができますね。でステップイントゥをしていくとどんどんこう値が変わっていくことが分かると思います。はい、サンプルメソッド今2ルしか代入されてABC2 ルしかないんですけども実行していくとこのようにですね変数が代入されていることが分かるかなと思います。はい、それではですね続いてコールスタックについてご紹介したいなと思います。コールスタックっていうのは今いる地点からのメソッドの、呼び出し履歴を貯めたものになっています。はい、この矢印の先なんですけども押すとその呼び出し元に戻ることができるんですね。戻るというかその時の状態の変数がどんなものであるかっていうのを確認することができます。はい、このようにですね17行目がもともとの呼び出し物だったのでそこの時の変数の値だったりあとプログラムがどういう流れで実行されてたのかなっていうのを確認することができます。はい、
Chrome コンソールですね。これは皆さんよくご存知かなと思うんですけども、これも Ruby で実行することができるようなものになっています。はい。1+1 を実行すると、このようにですね、簡単な足し算を今やっているんですけども、はい、できますね。で、デバッガー上なので、今デバッグ時のその変数とかももちろん確認することができます。はい、でここでちょっと面白いことをしたいなと思うんですけども、今アーギュメント1という変数がありまして、そこの値をですねちょっと変えてみたいなと思います。はい、ここに、3を足してみます。はい、そうするとアーギュメント1は今4になっていて、でそこで実行するとですねアーギュメント1が4の状態でプログラムが実行されることになります。でこのようにですね動的に、プログラムの値を変えて、様子を見ることもできます。はい、よいしょ。これでいいのかな。 OK ですね。よいしょ。では今までちょっと説明してきたこの Chrome Dev ツールと DebugGem がどのように通信をしているかについてお話しさせていただきます。はい、今、Chrome Dev ツールの一部の UI を切り取ったものになってるんですけど、下右の方にですね切り取ったものになってるんですけども、例えばユーザーが Step into をクリックします。でそうするとですね Step into が押されたよっていうのが DebugGem 側に届きます。でそしたら了解ということで DebugGem はその Step into を内部側で実行します。で例えば5行目に止まったとします。で5行目に止まるとですね5行目に止まったよっていうのをイベントとして Chrome Dev ツール側に返します。でそうするとですね Chrome Dev ツール側では、ユーザーから見たら5行目に止まっているように見えるというような形になっています。で、今まで実装してみてちょっとできなかったこととかも出てきていて、それはどういうことかっていうと、例えばコードコンプリーションとか自動保管ですねとかだったり、あとスレッドのインターフェースとか、あとコードのカラーリングが今ちょっとできていない状況になっています。でそれは何でかっていうと Chrome Dev ツール側に、JavaScript の、例えばカラーリングとかあとコードコンプリーションとかが、直接実装されちゃってるんですね。でそこで依存があるので、ここの機能は今サポートできてないというような状況になっています。はい、ではセッション1のサマリーこんな感じになってます。すごく簡単にですねリッチな Chrome の UI を使ってデバッグできることが分かったんじゃないかなと思います。特にChrome 以外にはインストールする必要はありませんと。で Chrome Dev ツールプロトコル、こちら CDP というものを使って、DebugGem と Chrome Dev ツールは通信していますよというようなお話でした。で Chrome Dev ツールに関する、トピックは以上になります。はい、VS コードユーザーの皆さんですね、大変お待たせいたしましたと。で VS コードの、デバッグをサポートするようなツール群についてのご紹介をさせていただきます。はい、で RDebug インスペクターって新しいものが出てきたんですけども、こちらは先ほどのそのから言っているそのツール群の総称にしようかなというふうに思っていて、今、ワークインプログレスになっているので、リリースはされてないんですけども、今回コンセプトだったりあとどういうものなのかっていうのをお話しできたらなと思います。はい、ではまずですね1つ目からちょっと紹介していきたいと思います。突然なんですけどもデバッグをプログラムをデバッグしているときに、どこかに戻りたいときとかってないでしょうか。例えばですね変数 A、例えば6行目に止まっていた時の変数 A の値が知りたいとか、あるいは、ここの処理の流れもう一回見たいなとか、そういう時にですね、役に立つ機能をちょっと紹介したいので、デモンストレーションちょっとやっていきたいかなと思います。でこれがサンプルスクリプトになってます。前回と同じものですね。はい、ちょっと再生していきます。はい、まずはですね先ほどと同じように Chrome Dev ツールを使ってChrome Dev ツールと同じようにですね RDebug インスペクターをどうやって起動させるかについてお話しさせていただきます。これ VS コードのデバッグ画面にVS コードの画面になっていて、まずは VS コードを起動します。そうすると今15行目に止まっていますね。はい、そうすると、下の方のちょっと見づらいんですけど赤いステータスバーみたいなところがありまして、そこに RDebug インスペクターが出てきます。でこれをクリックしていただくと、パネルが出てきて、ここのですねさらにまた小さいんですけどもヒストリーというタブがあります。はい、でここを押していただくと、はい、準備完了となりますね。
ではですね、プログラムを、戻るという動作をする際に、実行ログを保存する必要がありまして、その実行ログの保存方法についてちょっと説明していきたいかなと思います。でちょっとステレオな感じの赤いボタンがあるんですけども、はい、ここをですね押すと再生ボタン再生じゃねえ、録画ボタンになるんですね。で今レコードがスタートしててプログラムを実行するとこのようにですね実行ログがバーって出力されます。でこれは、実行された順番に並んでいてイニシャライズメソッドとか先ほどのサンプルメソッドとか、実行されたものが全部こう記録されてこう出力されるようなものになってます。で例えば、ここでクリックできるようになってるんですけども、ここですね、クリックすると、このように3行目4行目っていうのが出てきて、こちらのサンプルメソッドとかをクリックしてみると9行目10行目11行目12行目が、サンプルメソッドとして実行されましたよっていうのが分かるかなと思います。はい、ではですね早速このログを使ってプログラム戻っていきたいかなと思います。はい、このパネルをですねのところのログを例えばクリックしてまずは11行目に戻ってみたいなと思います。はい、クリックします。そうするとですねこんな感じでプログラムが戻るんですね。で、確認していただきたいのはこのバリアブルズってところなんですけども、その11行目時点での変数を確認することができるような感じになってます。ではもう少しちょっと分かりやすくするために例えば9行目とかに戻ってみるんですけども、はい、9行目に戻りました。そうするとバリアブルズのところにはA が2でA と B と C が2になっていることが分かるかなと思います。9行目実行時点ではですねまだそれらが代入されてないよっていうところに、ちょっと戻っていることが分かるかなと思います。はい、12行目実行するとちゃんと代入されてますね。はい、ではここから、いくつかオプションをちょっと紹介していきたいかなと思います。まずはですねこの巻き戻しボタンみたいなのがあるんですけども、ここを押していただくと、コマ送りでですねプログラム戻ることができるようなものになってます。でなんか処理の流れを直感的に見たい時とかにすごい便利かなというふうに思っています。はい、これ早送りボタンですね。逆でプログラムを進めたい時に進めることができるようなものになってます。はい、ではですねこの実行ログこれ結構レコードして大変だなっていう時もあるのでこのようにですねフィルターできるようにもなってます。はい、今インクリメンタルサーチでフィルターできていることが分かるかなと思います。はい、今の機能にですねヒストリーインスペクターという名前を付けようかなと思っていて、レコードした、実行ログをクリックすることで、プログラムを戻ってその時の変数の値だったり、今回説明してなかったんですけどもコールスタックとかも確認することができるようなものになっています。ヒストリーインスペクターはですね、デバッグジェムの内部的にはステップバックだったりあとステップイントゥこれらを使って、実装されていてという感じです。はい、じゃあ続いてですね2つ目紹介していきたいかなと思うんですけども、これはですね今 VS コードでの、Rails のアプリケーションをデバッグしているような画面になってます。で、デバッグコンソールこれ皆さんご存知でしょうか。これ Chrome の、コンソールの、VS コード版になってますね。でここをクリックします。そうするとですね、こんな感じで 1+1 とかも、評価してくれるようなものになってます。でここからなんですけどもアクティブレコードのオブジェクトの、評価をしてみたいなと思うんですけどもコンピュータークラスっていうのはアクティブレコードだと思ってください。はい、でバーってこんな感じで出ますね。で、クリックするとですねこんな感じでツリービューですでに VS コードでは見れるようになってます。でこいつもすごい便利なんですけども、もしこれテーブルで見ることができたらなかなかかっこよくないでしょうか。はい、これアレイオブジェクトもですね今ツリービューで見れるんですけどもこれをグラフとかでこうやって見ることができたら、すごくかっこよくないでしょうか。はい、ではですねこういう機能を開発したのでちょっとデモンストレーションをやっていきたいかなと思います。こちらがサンプルの Rails のアプリケーションになってますね。特にコードに意味はないので、さらっと見てるだけで大丈夫です。ちょっと少々お待ちください。
いしょ。はい、じゃあ始めていきます。じゃあですね、先ほどと同様に起動方法についてお話していくんですけれども、今回はまた起動方法が別でありますので、そちらの方から紹介していきたいかなと思います。はい、今はですね、VS コードでデバッグしている状態となっていて、このデバッグコンソールというところでですね、アクティブレコードの、今300件ちょっと取ってみたいかなと思うんですけども、はい、それを実行してみます。はい、そうするとですね、VS コードの URL が出てくるんですけども、こちらがですね、クリックしていただくと、はい、こんな感じでですね、テーブルが出てきます。どうでしょうか、なかなか URL クリックして出てくるのはすごくかっこいいんじゃないかなと思ってるんですけども、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではですね、ビジュアライズされたオブジェクト、こちらについて見ていきたいかなと思います。はい、下の方に行くとですね、小さいちょっとボタンがあるんですけども、これがページネーションのボタンになっていて、で、例えばちょっと2番目のところをクリックしてみようと思うんですけども、クリックするとですね、VS コードのそのデバッグ自分側に、リクエストを送って、ここからここまでをくださいというような情報を送って、でそれを、今こうやって描画しているような感じになってます。はい、ではですね、このテーブルを今度はちょっとグラフとかで見てみたいなと思います。はい、バリューがですね、インテジャーのもののみをこういうふうにグラフにしてこうやって変換してみることができるようになっています。で例えばこう見たいものだけクリックしていただければ、消えていくので、はい、自分の見たい情報だけ見ることができるような感じになっています。はい、同じようにですね、折れ線グラフでも見ることができるような感じになっています。はい、それではですね、今度は配列をビジュアライズしてみたいなと思います。はい、ちょっと上の方に小さい箱があるんですけども、これが、式を評価してくれるようなインプットフィールドになっていて、でここにですね、今数値の値を、評価してみると、こんな感じでですね、グラフが出てきて、すごく直感的に見ることができるような感じになってるかなと思います。折れ線グラフもこのようにですね、見ることができます。はい。で、ここの数値、もし文字列だったらどうなるんだろうっていうところでちょっと見ていきたいかなと思うんですけども、はい、今アルファベットをこうやって入力しています。はい、で評価をすると、はい、このようにですね、テーブルが表示されるようになっています。はい、よいしょ。ちょっと待ってください。はい、ではですね、今の機能にはオブジェクトインスペクターという名前を付けようと思ってます。そのビジュアライズしたものにです、オブジェクトをですね、ビジュアライズしたものに変えてくれるようなものになってます。で、ユーザーの方がですね、何か凝ったことをしたいなという時にはですね、自分で HTML ビューとか、あと SVG とかを設定して、カスタムすることもできます。はい、セッション2のサマリーになってます。ワールドデバッグインスペクターっていうのは、2つの機能、今開発しています。で、なんかこういう機能もあったらいいんじゃないっていうのがあればですね、ぜひフィードバックもいただけたらなと思います。では、コンクルージョンですね。はい、どうでしょうか、皆さん使いたくなったでしょうか。ぜひですね、使いたくなったらと思っていただければいいなと思ってます。で、次はですね、ぜひもし使ってみたら感想とかをですね、ブログなりなんなり一周とかでも教えていただければいいかなと思ってます。内部実装に関してはですね、こちらのリンクとかを参照していただけると、いろいろわかるんじゃないかなと思います。はい、謝辞になります。笹田さんですね、笹田さんにはすごいいろいろ今の Chrome インテグレーションだったり、RDebug インスペクターだったり、いろいろなものをすごくレビューしていただきました。はい、笹田さんの助けなしではですね、ここに立つことはできなかったかなというふうに思っています。
で Chrome インテグレーションを実装するにあたってですね、たくさんの方にも協力をいただきまして、メール等でいろいろ実装方針だったり、そういうのをアドバイスをいただきながら実装してきました。はい、それだけではなくてですね、Ruby アソシエーションだったり、Google サマーオブコード、こちらのプロジェクトを通してですね、少しお金の方で援助をしていただきながら、ここまでやってくることができましたと。はい、今回のプレゼンテーションもですね、こちらの方にたくさんそのレビューをしていただきました。ありがとうございました。はい、以上で、私のプレゼンを終わりたいと思います。ありがとうございました。